店自体は1926年の創業です。舞台を想像して、こういういろいろなものであり、お酒、ドリンク、お料理と働く私たち、来ていただくお客様たちが一つの屋根の下で作り上げる。で、私の立場的には監督であったり、脚本家であったり、こう、作り上げる軸というか、そういう感覚でやっております。ミラーボールと周りのこうものとか何かは宇宙を想像しております。例えばいろいろな惑星とか銀河とか無限じゃないですか。古いものも新しい今のものも組み合わせていって未来が生まれていくというか、どんどん増幅されていくというか、まあそれが良い方向に行くこともありますし、悪い方向に行く時もありますし、まあその辺はこう自分がこう天秤になり平静をこう保つというところは意識しております。幸せを感じるのは偽りも笑顔もあるし、腹の底から笑っているところもあるし、本当に腹からこう出るっていうか、スタッフ、お客様が出してくれた時が嬉しいです。本当に嬉しい。泣けてくるぐらいです。居酒屋とは簡単に言いますと日本の文化の一つだと私は考えております。漢字を見るとよく多分わかると思うんですけども、居心地がよく酒を飲める屋根の下っていう感覚だと思います。私的にはなぜ居酒屋を貫き通すかと言いますと、固定概念というものがない自由に表現できる場所だと思っております。ですのでまあ不思議な間のある空間、それは多分お客様が来ていただいて感じてもらえることなので、心の拠り所というか、はい、まあ合う合わないはあるとは思いますが、まあ会った方にはぜひということです。私がお料理に対して心がけているところは、お客様の目の前に来るときはまず視覚から入るので、やはり見た目は綺麗に美味しそうに見えるように心がけてますね。その後に五感っていうものがあるので、見る、嗅ぐ、聞く、味、食感、それ料理で言うと見た目で美味しそうに見えるということと、聞くっていうのは例えば揚げ物でしたらいい感じに揚がっていればこう箸を入れた時にサクッという音が出たりとか、嗅ぐっていうのはやはりこう揚げ物を揚げたりしているとその食材のいい香りが立ってくるんですよ。そこがちょうどこう良いポイントというか、そういうところを気にしてますし、こうやって切ってる時もさ、みょうがだからこうサク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 音するじゃないですか。だからそういうの気持ちいいんですよ。サク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 してるなまあ普段は口に出してね、ちょっとあいつ大丈夫なのかってなっちゃう。味覚はまあもうすぐ多分分かることだとは思うんですけれども、あと感覚も先ほど言ったこう音と一緒ですね。こう口に入れた時のこうカリカリとかねっとりとか、そういうこう感じを大切にしていて、味に関しても5つあって、甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦い、うまいっていう感覚があるので、それが合わさるとこうがっちりいいものになるので、そういうところは気をつけて料理を作っております。でこれが今からアジですよね。これさばいてる時に心の中で美味しくなってくれよお客さんのところにたどり着いてよかったな。死んだアジに声かけるその花を
面白い話なんですけど僕ここ入るまではずっとサービスマンやってたから料理とか全然やってなくて、で自分の親父にこう魚うまくさばくのどうしたらいいかなって相談したら、女みたいに扱えばいいんだよとか、女性みたいになったので優しく丁寧にらしいですよなかなかまだ僕は理解できてないですけどまだまだ全然アマちゃんなんで修行中でございます食材の選び方に対しては、例えば魚を一匹一匹でも私たち人と同じで生き物なので、一つ一つ個性があると私は思っていて、これは赤エビっすね。まあ外国のアルゼンチンのやつですけど、安いくせにいい仕事をしてくれるです。その食材はやっぱ話はできないので、私が自分で行ってお魚だったら輝きとか張りとか、そうですね、そこはもう見て向こう側の気持ちを感じるというか、そういうことができるようになれるように毎日頑張っております。で、米沢さん、今これホヤを塩水につけて出してるんですけど、今ちょうど出始めたんでやり始めたんですけど、これはお刺身？そうですね、本当の生っていう感じではなく、まあ、塩辛まではいかないんですけど、海水と同じぐらい塩分濃度にしちゃうとちょっと濃すぎるんで、とりあえずこう味見ながら自分の塩分加減を基本味見は3回ぐらいまでで決めてますね。あんまりしすぎるとよく分かんなくなっちゃう塩で洗ったホヤを塩水につけて、でもあとね、冷蔵庫で寝かすだけですね。ホヤって結構癖があるって苦手な人もいるけど、うちのやつはこうやって塩水で締めてるんで、わりかしこう食べやすくなってる。これは牡蠣ですね。牡蠣のは触って重さをこうと、あと牡蠣の形でこうやっぱ下がなんていうんですか、ボコってなってると、こういう多分こういう、まあ変わんないんですけど、ほぼほぼ変わんないんですけど、こうやっぱボコってなってる方が身が大きいですかね。まあその大きいから美味しいとかっていう、ちっちゃくても美味しいのもあるんですけど、お店のコンセプトとして私が思っていることは、古いものを大切にしながらも新しいものを取り入れ、より良い今の時代を、今の演習屋を作れたらいいのかなと思っております。お店自体は自分のひいおじいちゃんからなので、時代でいうと大正の15年、大正の終わりから昭和の初めにかけて、西暦で言いますと1926年くらいからの創業です。はい。私のひいおじいさんが愛知出身の農家出身で、その時代背景にもよると思いますが、それだけでは多分自分たちの家族が養っていけないという考えに基づき東京に出ていき、酒屋さんにでっち奉公、住み込みで働き始め、でそこの酒屋さんが何年か働くとそこののれんをいただけるということで、一生懸命ひいおじいちゃん働きまして、のれんいただき、今この地にお店を持つという流れになります。
でその後はどんどんこう継承で自分のおじいさん、自分のおじさん、自分の父親、私という流れになっていきます。あと、お店に対しては勝手な解釈なんですけれども、こう舞台を想像してこういういろいろなものであり、お酒、ドリンク、お料理と働く私たち、来ていただいたお客様たちがこう一つの屋根の下で作り上げる。で、私の立場的には監督であったり脚本家であったり、こう作り上げる軸というか、そういう感覚で、やっております。あとですね、食材の選び方でやはりこう自分がやったことがない食材とか置いているお店なんかは興味があります。それはなぜかというと、買ってみて自分で調べたりとか聞いたりとかをして、新しい役者になってくれれば多分お客様もお喜びになると思うので、そういうところの新しい食材、自分がやったことがない食材を選ぶというところも、大変ですけれども、挑戦していく価値はあることなのかなと思っております。ただ卵を剥いてるだけなんだけどさ、こういうの剥いてるとちょこちょこ剥ける時と、こうやってボコって剥ける時とあるじゃないですか。ボコって剥けた時に気持ちいいわって思ったりとかその中で人気が出たものもあったり、もちろん人気が出なかったものもあったりということで、その黒板のおすすめメニューのこう入れ替えというのはしております。ただやはりこう自分で言うのもなんなんですが、歴史が長いので良い役者たちがたくさんいるので、その辺のバランスは感じながら考えながら、あとはスタッフと相談しながらというところで決めていっております。品数は結構あるっすね。それは品数多いのは昔からの感じですかね。和食に限らず和洋折衷みたいな感じですかね。でインタビューの時に話したかもしれない。居酒屋のいいところはこうなんか固定概念に固まらないのがいいかもしれないですね。ミラーボールとこう周りのこうものとか何かは、私のイメージ的にはこれもう笑い話で聞いていただきたいんですけれども、宇宙を想像しております話が大きくなりすぎるんですけれども、こう大きな見えない不思議なものを感じて、それを具体的に物理的に出していくという考え方です。視覚からですね、例えばいろいろな惑星とか銀河とかをこうで無限じゃないですか。無限だと思うので、なんかそういうところが魅力的というか、先ほどお話ししたように古いものも新しい今のものも組み合わせていって未来が生まれていくというか、どんどんこう増幅されていくというか、それがいい時に良い方向に行くこともありますし、悪い方向に行く時もありますし、その辺はこう自分がこう天秤になり、こう測りながら平らっていうんですか、平静をこう保つというところは意識しております。何しろやっぱ自分の思いが強すぎちゃって、そこのバランスを取るのが難しいですね。一応ここの、いいですか、言葉も座右の銘もありすぎて、こういうのとか、あとこういう言葉とか、あとこういうこの辺の言葉とか、あとこういうのとか、あとこういうの言葉が
ったりとかそうですね、こうやっぱりどうしても忘れちゃうんですよね。からこう常になんていうんですか、こう目にこう見えるところに貼ったりとかしとくと、こうこうあ、やべえ、自分今ここ足りてなかったわっていうのがあるので、自分の目にこう映るところに、ここはもう作業することなんで、増えてるっすね。増えてるから、そのうちもう言葉だらけになっちゃった。どうしようかなって、その部分でちょっと不安になる時もあるんですけど、まあそれは仕方ないですね。その時でどうしたらいいのかは、こう、うまくやろうと思う。そうですね、やっぱこう、先人たちがやっぱり、今は僕たちは現代人ですけれども、先代人たちも数多くいらっしゃるので、やっぱ一つに決めろって言ったりするのはちょっと僕には難しいですね。ありすぎます。先ほど上に出されてた仏像の頭。仏像の頭、あれ友達から結婚式のお祝いでもらったやつです。本当は家にあったんですけど、かみさん飾らないっていうことなのでずっと眠ってたんですけど、ここいいじゃんと思って、はい。そんな深い意味はないでしょうか。はい。仕込みはね、営業の時がやっぱね、舞台開幕だから、仕込みの時はこう裏作業だから華やかではないよね。さあ、これでもう始まりますね。一つの料理をこう作るということは性行為と同じような感覚で、男性女性いて愛を育み、その愛の結晶が子供で、その子供というのが僕の感覚的には料理ということになり、でその子供がお客様なり私たちが作っていく中でどんどん成長していき、成長していった、子供料理がまたそこで新しい人じゃないですけど食材がこう出てくれば、そこがまたこう愛の形になり、そこからまた新しいものがこう生まれていくという、こうですね。こうですかね。このような感じのこう無限のこうループにこうの流れにということですかね。難しいですね。難しいです。やっぱ人間は寝ないとダメだな。寝たら全然違う。そりゃ
それでやはりこういう風な流れもどの流れも結局は私が抑えるのも解き放つのも私自体だし、お店自体だし、諦めちゃったりとかもう嫌だってなることは多分皆さんも多々あると思いますし、もちろん私も多々ありますが、それは昔の良い言葉で7回転んでも8回起きればいい、7転び八起き、そういう言葉もあるので、何度でも立ち上がれば いつか自分の理想のことが、自分ができなかったとしても他の自分の全く知らない方がそれをやっているのを、何かでこう見たりとかすることも幸せの一つになるので、やはりこうやり続ける。よろしく卵焼き。日本の居酒屋の文化というところなんですけれども、これをまた言うと賛否両論の意見があるとは思うんですが、僕的に心がけているのは、その日本人というものの精神論というんですか。飲食業とかは昔はもう殴る蹴るとかけなしてそれで立ち上がってくるやつが本物っていう意識があるので、それはそれでいいとは思うんです。でも私なんかは根性論とは違う論理で、自分のその精神力というか目に見えないですよね、そんなものは。でも自分では分かってることだとは思うので、そういうところを強くしていけば自然にいい流れになっていくんじゃないのかなと私は思っていて、日本特有の居酒屋という文化にもどういうふうに反映していくっていうのはやっぱその目に見えないものなのですごく難しいことだとは思うんですけれども、そこを忘れずに、あと人それぞれやっぱ考え方感じ方とかは違うと思うんですが、それが結果的に私たち、日本のそういう文化っていうカテゴリーが良くなっていく。古いものにもいいものがあるし、新しいものにもいいものがあるし、自分で考えて自分なりのものを作っていく。そう真剣勝負なんですよ。間違えるとお客さんの口の中に入るもんだから危ないでしょ。そうですね、やっぱり一緒に共に働く人たちに反映していってもらえればいいかなとは思うんですが、それもやっぱりもう自分の思想考え方なので、やっぱ押し付けるのは良くないことだとは思います。でも話したりすることは相手がどう感じるかはやっぱ相手なので、押し付けることはしないです。何か感じてもらえて、別に批判されてもいいんです。でもやっぱ一緒に傘の下でやっているから、日本人は勤勉なのでプライベートよりも仕事を大切にしたりとか、自分が一番大切にしたい家族よりも長い時間を一緒に共にするので、同じ方向性を一緒にやっている者同士は話し合いをしていって、こういう交わっていけばいいのかなと思っております。ありがたいことでお客様がたくさんいらしてくれるようになったりとか、でもやっぱり時間はかかりました。10年やればそうなるのかなと思って我慢したりしてましたけれども、それでもならなく、ようやく12年とか13年とか自分が想像してたよりももう少し年月が経ってから良い状況になったので、でもやり続け、私は今はすごく幸せです。大変なことももちろんありますけれども、基本は幸せです。はい。
私のお店、このお店、居酒屋というカテゴリーの根源的な、ルーツというのは人だと思います。人がいるからこういうふうにできるし、私もいるからこういうふうにできるし、やっぱこう積み重ねてきたものが今っていう時代で表現できていると思うので、突き詰めて言えばルーツは人だと思います。でも最近もういつもこんな毎日こういう感じですね。常連の方もいらっしゃるし、あと結構メディアとかにも紹介されたりしてて、それで来られてる方もいらっしゃるし、この辺に住んでる方々はあれですね、もうわりかしうちのお店のこと分かってくれてるから、その時間帯もなんかこうちょうどいい感じの時間帯に来てくれて、ここ夢で見たりとかするですね。幸せを感じるのは人が偽りの笑顔で、これもまた難しいんですけど、偽りも笑顔もあるし、腹の底から笑っているところもあるし、本当にこう腹からこう出るっていうか、こういろんなことを考えず、こう社交辞令とかそういうこともあるじゃないですか。そういうこともこう全部クリアにして、腹の底からそういうふうに、僕だったら、スタッフ、お客様がこう出してくれた時が嬉しいです。嬉しいです。本当に嬉しい。泣けてくるぐらいです。将来的にどういうふうになりたいなとかはわからないです。正直。その時になってみないとわからないので、ただ言えるのは、私、スタッフたちがまずいい仕事、パフォーマンスができる空間を作る。で、それからお客様に来ていただいて、感じてもらい、食べてもらい、お客様が幸せになって、また来たいな、今日なんかわからないけど、なんかちょっとこうパッてこういい気持ちになれたなっていう風な感じで、こうのれんをくぐって出ていかれるようなこうお店にしたいですかね。あとは怖いこととかもこうこれやっていいのか、これやっちゃいけないのとか不安もすごくたくさんあるんですが、とりあえず今の現状を理解し、良くするためにはどうするかを話し合い決めていき、進んでいくっていう。私も商売人なので、お金は大切、すごく大事なことだとは思うんですけれども、お金では買えないものもあると私は信じているので、そういうところも大切にこうバランスが取れ、こう運営していければいいかなと思ってます。簡単で言えば愛も買えるか、お金で買えちゃうか、お金は怖い。でもあります。だからこう感情、人の難しいですね。でもこう言葉で表現するのはすごく難しいと思いますし、これを見ていただいた方々それぞれが多分お金で買えないものは分かってると思いますので、そういうところを私は大切にしながら、でもすいません、こうバランスを
取りながらやれたらいいのかなと思っております。あと最後にちょっといいですか。これはまあ出す私もこんな風に喋りましたけども、全然大したことない人間なので、まだ全然成長段階の人間なので、まあ、これをご覧になったいただいて来ていただいた方が、まあ、感じていただけるのが幸いでございます。逆になんかいろいろこう偉そうなことをベラベラと申し訳ございませんでした。でも本当の私の気持ちを素直にお伝えしました。